皆さんこんにちは、時丸です。ラジオの時間です。名もなきラジオです。今日も作業用に聞いてください。今日は6月25日水曜日、時刻は朝の6時になります。東京のホワイトボックスよりお送りしています。ということで、今週は結構ね天気が崩れているみたいですね、関東の方は。で、だいぶ蒸しやすい季節が続いていますけども、いかがお過ごしでしょうか。で、今日は新月ということで、私はヨガの練習お休みです。で、最近、去年というか、先月ぎっくり腰をやりましてね、なかなか思うように練習ができていないんですけど、だいぶ回復してきまして、少しずつできるようになってきました。で、やっぱり休息の大事さというかね、やっぱり休みが大事なんだっていうね、休みをしっかり取ろうということで、新月はそういうタイミングなので、今日はしっかり休ませてもらいます。ネスカフェゴールドブレンドカフェインハーフいただいています。はい。なんかね、もう1週間ぐらい経つんですけど、やっぱりね、柔らかい感じはする。柔らかい。苦味とかが全体的に、少ないというか、パンチがないというか、で、カフェインの効きもちょっと弱い感じはありますね。これね。続けてみて、1週間ぐらい続けてみて、そういう感じが、実際に実感としてあります。結果としては普通のでいいかなっていうね、感じにね、結局なっちゃってますね。皆様もネスカフェを飲みながら聞いてください。ただね、コーヒーっていうのはあんまり早い時間に入れない方がいいんですよ。で、これコルチゾールっていう、その疲労物質みたいなものが、起きてからぐーっと高まるんですけど、で、それがちょっと引いてから飲んだ方が、効きがいいというか、体のリズムができるっていうふうに言われていて、で、そのコルチゾールみたいなストレスホルモン、結局ストレスホルモンなんですけど、それを急激にカフェインを入れると飛ぶのかわかんないけど、ダメだって聞きましたね。だから一旦しっかり食事をとったりとか運動したりとか、で、体が起きてからコーヒーは入れた方がいいっていう。朝起きてからすぐ入れちゃうと、コルチゾールが上がりきれないまま入るから、その疲れが取れないというか、疲れが残りやすいみたいな話をね、聞きましたね。だから自分はなるべく朝起きてすぐではなくて、いろいろ自分のルーティンとかを終えてから飲むようにしてます。だいたい時間で言うと毎日9時とか10時とか、練習一通り終わって入れることが多いですかね。10時とか11時とか。下手したらちょっと昼前ぐらいになる時もありますね。最初に告知です。ライブ配信をやります。で、日程が決まりまして、6月29日の日曜日の真っ昼間、13時からやります。ので、ぜひお時間ある方はお集まりください。先月はバースデーライブみたいな感じでやったので、連休中にやったのかな。結構時間が空いちゃってるんですけど、久々にやりたいと思いますので、ぜひご覧ください。で、YouTube メンバーシップになると絵文字を使えるので、そちらもね、ぜひ入って絵文字使ってください。ライブ中に特に、目立つことができるっていう、そんな機能です。時丸田中が今週見た風景。なんとなく作ったコーナーですけど、私が今週見た風景のコーナーです。今週はね、今週も結構いろいろあったんですけど、一つ大きな自分の変化として、初めて眉毛ワックスに行ってみましたね。これ僕そこいろんな新しいことをちょっと試すの結構好きなんですよ。で、ちょっとね、前もね、動画上げてますけど、ネイルをしたっていうね、動画とか上げてます。友達にネイリストの方がいて、結構有名な、若手でかなり実力のあるネイリストなんですけど、その彼女に、ネイルをしてもらうっていう。で、今、一昔前でね、ネイルといえば結構女性のものみたいな、あれがありましたけど、最近はもうジェンダーレスになっていて、そういう自分もちょっと一回体験しておかないとなと思って、ここに時丸っていうね、ネイルをね、入れてもらったんですけど、その時は。過去動画上がってるのでよかったらそれ見てください。で、今回はちょっと動画は撮れなかったんですけど、ちょっとね、眉毛ワックスっていうのをやってみました。で、そんな僕隠れているんで、そんな、出ていないんですけど、その眉毛を整えてもらうっていう初めての体験で、
で、なんか気持ち良かったですね。なんかふと行こうと思って、ちょっと時間あったんで予約してね、東京都内のところ行ってみたんですけど、で、2週間ぐらいは生やさないでくださいっていうか、まあ、ボーボーにさせたまま来てくださいみたいな感じで、もう2週間ぐらい何もせずに、行ってみました。そしたらなんか結構やっぱすごい技術で、こう自分のその顔に合う、こう眉毛の高さとか太さとかをこう測ってくれて、で、それに合わせてこうなんか線を引いてもらって、で、毛もちゃんと全部切ってもらって、周りもですね、周りをそのワックスでバン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 、抜いていくみたいな感じで。で、痛みも全然なくてね。で、なんかものすごいスッキリした感じで。まあ、散髪というか、私、まあ、髪の毛を、まあ、普通に切りに行くんですけど、1ヶ月とか1ヶ月半とかに1回ぐらいのペースで。なんか、そんな感じで多分みんな行くんだろうなって思いましたね。なんか眉毛って、まあ確かに、自分でどういう風な眉毛が合うのかとかって、まあ特にまあ女性の方はよくね、メイクとかするし、自分の顔をね、鏡でずっと見てるから、まあそういうのはやってると思うんですけど、なんか男性ってそんなに眉毛をちゃんと自分でこう手入れしてる人ってそんないない気がして、まあ普通するんでしょうけどね。でも結構難しいんですよ、やっぱね。こう、ハサミとか、そこ、コームみたいなもので切り揃えるのってなかなか難しいじゃないですか。まあもちろん髪の毛も難しいですけど、まあそれと同じで、結構眉毛もやっぱり同じヘアなんで、なんかそういう、まあやってもらうとすごい楽だなっていうね。まあその分コストはかかりますけど、まあそういうこうメンテナンスみたいなものをまあ外部に委託するっていう、まあこれもまあ一つのちょっとミニマリズムっぽいことかなってちょっと思いましたね。で、なんか一回行くと、まあ自分のなんか眉毛の形とか、なんか毛の質とか、なんかそういうのもいろいろ教えてくれるので、それに合わせて今後は自分である程度、なんかこうできるのかなって思っていて、だからなんか別に毎月行かなくても、こう自分でなんとなくやって、もうどうしても拉致開かなくなった時にまたそのサロンに行くみたいな感じで、まあそういう感じでも使えるのかなと思いましたね。まあそんな感じでね、初めての体験を今週はやってみました。結構自分は不思議な感覚なんですよ。やっぱり女性の方は毎日顔見ますし、まあ男性でも見るかもしれないけど、この自分で YouTube 撮ってるから、ずっと自分の顔見てる時間が結構長いんだよね。結構おかしな感覚で、ここ1、2年間ぐらい、この YouTube やり始めてから。だから、まあ撮影する時もこうなんとなく見るじゃないですか。まあここにまあ画面があるんでね、まあ自分の顔ちょっと見ながらとか、やったりとか。で、その後編集する時もずっとこう編集画面で自分の顔と向き合うわけですよ。で、それが終わった後もアップロードして、そのオンエアチェックで、オンエアチェックで自分の映像を自分で一回見るっていうのを、まあ一応やるんで、それがね、だから3回ぐらい見てるんですよね。自分の顔を。だから自分が眉毛の方向に行ったのかもしれない。なんか自分の眉毛を一回手入れしてみようかなみたいなとこに行ったのかもしれない。だからそれは、この YouTube で自分の顔を見るっていうことが、それに関わってきたのかなっても分析したりしてます。おかしな話ですよ。こんなね、いい年したおっさんがね、もう自分の顔を見て自分の顔を編集して、で、眉毛サロンに行くって、もう、なんかわけわかんないですよね。もう世界の終わりかってそろそろ、そういう感じしますよね。世紀末感というか、デーモン小暮の方じゃないですよ。世紀末。はい。で、最近見た風景二つ目はですね、最近よく案件をね、ありがたいことにいただくんですけども、面白いのが来て、で、あんま言えないですけど、コンプラのあれあるんで、なんかその案件が、つまりよくあるじゃないですか、シェフが作った美味しいお弁当をお家で手軽にいただけますと。なんかそういう案件だったんですよ。で、レンジで5分って書いてあるんですよ。レンジで5分チンしてすごい美味しいお弁当いただけますみたいな。で、それを、ちょっとプロモーションどうですかみたいなやつで来たんですけど、うちね、電子レンジないんですよ。電子レンジないし、で、それも冷凍で来るんで、冷凍庫はもうブルーベリー入れるだけで精一杯なんですよ。もう、私の冷蔵庫ちっちゃいんでね。だから、そういうのをやっぱ見てないんでしょうね。その案件担当の方っていうのは、そこまでさすがに全部は調べないですよね。だから僕的にはなんかそれくらいの熱量で来られてもっていう感じなんですけど、なんかやっぱ自分が冷蔵庫ないこととかを知ってる人に、だったら、受けるんですけど、てか、物理的に受けられないっていうね。だから冷蔵庫ないし電子レンジないのに、なんか冷凍弁当のなんか仕事とか受けられないじゃないですか。だから結構面白かったですね。いや、ないっすよって、普通にないんでっていう、丁寧にね、お断りしましたけども。だからなんかますますミニマリストに対して案件を持ってくるっていうのはなかなか難しいことなんだなって思いましたね。だから自分は自分でいろいろ自分自身で作り出していくしかないのかなって感じはしてるし。それがちょっとね、自分の中で面白かった風景でした。じゃあこのあたりで今日の一曲参りましょうか。
今日お送りする一曲は、Florence and the Machine、2009年のアルバム Lungs から Rabbit Heart。はい、聴いていただきました。結構僕が好きなバンドですね、これね。もう昔からっていうか、もうこれ15年経つんだっていう感じなんですけど、このアルバムが出てから。だからちょうど僕が東京に出てきたぐらいに発売されたアルバムなんですね。で、結構ね、どこのバンドなのかな、ヨーロッパであることは間違いないんですけど、ちょっと民族系の感じなんですよ。で、ボーカルが女性で、ハイトーンっていうか、ファルセットみたいなボイスで怪しく歌う感じなんですけど、で、結構ロックの要素が強いけど、メロディアスでみたいな感じで、なかなかね、ずっと聴いてましたね、これはね。で、この中でも、スイミングっていう曲が私は一番好きなんですけど、このアルバムの一番最後に入ってる曲ですね。ただこれちょっと夏向けというか、夏に聴きたいんで、まだ今回は抑えておきました。なんで今回は2曲目に入ってる、代表曲みたいな感じです。Rabbit Heart お送りしました。ぜひ聴いてみてください。続いてのコーナーは、本日のヨガスートラ。はい、新コーナーです。これはですね、私が、ヨガ哲学のバイブルというか、ヨガスートラという、5000年ぐらい前に作られたね、ヨガ哲学のベースみたいなものがあるんですけど、今の現代的なヨガっていうのは、このスートラが大体ベースにされていて、で、いろんなハタヨガとか、僕やってるアシュタンガヨガとか、いろんなヨガに派生したっていう感じなんですけど、その中でも、いろんなそのスートラがあるんですけど、このね、スワミ・サッチダーナンダさんが書いている、ヨガインテグラルという本です。で、これはいろんなヨガスタジオの教科書とかでも使われているような本なんですけど、で、僕の先生からのおすすめでこれは読んでる本で、このコーナーではですね、このランダムに、このスートラの本から開いたランダムなページを紹介して、それについてちょっとお話をするというふうなコーナーです。はい、じゃあ、今日のスートラいきます。で、ヨガスートラ自体はだいたい全部で200ぐらいの小さな言葉で作られてるんですよね。200ぐらいの言葉で、それが4つの部門に分かれてるんですよ。つまり修行していって最終的にその三昧、最後に到達するみたいな、修行法みたいなものが書いていたりとか、決まりとかが書いていたりするんですけど、だから200近いぐらいの文章が並べられていると。だから原本で読むと結構ね、短いんですよね。意外とコンパクトにまとまった書物で、ただそれぞれに対していろんな意味付けがなされたりとか、現代的な解釈がされたりして今まで来ているっていうふうな感じです。ちょっとこの最初の説明だけ触れておくと、一番最初にその三昧部門っていうものが来るんですよね。これ一番最終的なものが一番最初に書かれてるんですけどね。で、第2部は実習部門、実習的なとこが書いていたりとか、で、第3部は、ブビーティーパダっていうね、ラージャヨガの最終的な3つの段階の論述に加えて出てくる効果みたいなものですね。そのヨガをやることによって出てくる効果みたいなものが書いていると。一番最後の部分はカイバリアパダっていう絶対部門っていう風なところで、よりその宇宙的なところからヨガを論じているみたいな、そういう4つの部門からなっています。はい、じゃあ今日のスートラいきます。真ん中ぐらい。ちょっとね、難しそうなの出たね。はい、自我意識、アミスターとは、いわば見るもの、プルシャの力と見る器官、心身の力と同一視である。わけわかんないですよね。これだけ読むとね。だからこれが一つのスートラの言葉としてある。自我意識はいわば見るものの力と見る器官、心身の同一視であるっていうこと。それが自我意識であるっていうこと。で、このスートラでパタンジャリはエゴイズムを説明しています。エゴイズムですね。自我意識。で、エゴというのは、真の自己が心の上に移ったものであると。エゴ。よくね、エゴがあるっていうようなことを言いますけど、それは真の自己。自分の本当の自己というのが心の上に移ったものであると。で、この2者は同じもののように見えるが、一方がオリジナルで、他方は複写映像であるっていうふうに書いてますね。無知が取り除かれるまでは自我はいつも真我の偽装をする。自我と真我っていうふうな分け方をしていて、自我はいつも真我の偽装をすると。この二つ、私について言うとき、私はよく大文字の愛と小文字の愛を使う。どこが違うのか。愛にはただの小さな点。エゴのちょっとした汚れがついている。大文字の愛はただの素直な一直線。最も高い真理がいつもそうであるように単純明快である。我々を限定して小さくしてしまっているものは何か、ただの点である。
その点がなかったら我々はいつも偉大である。いつも大文字の愛である。ヨガの修練のすべてはただその点を取り除くことである。なんと単純なのだろう。この点を取り除くだけで我々の人生からあらゆる困難やごたごたが即座に取り除かれるのだ。ただそのための準備に時間がかかるのである。何回登っても滑り落ちる。せっかく登り詰めたのにその点を消すための消しゴムを忘れてきた。なんてこともある。するとまた降りてこなければならない。これはね、なかなかこれだけ読むだけじゃわかんないですけど、なんか僕自身が今感じたのは、だから大文字の愛と小文字の愛っていうので、その真我と自我というものが分かれているっていう考え方をするっていうことです。だから心に映ったスクリーン、心を、つまりそのスクリーンみたいな捉え方をするので、心が自分自身ではないんですよね。で、真我というものがあって、その自分の真我が映ったのが心に映っているっていう感じ。だからその真我のところが、愛、私っていう大文字の愛であって、その心に映されたものは小文字の愛であるっていうこと。で、心に映っているものは小文字の愛でその点がついてるから、そこがエゴイズムの元になっていると。だからそれを取り除くと、すべて真我に戻れるんですよってことを言いたいんだと思いますね、これは。なかなか難しい。だからその自我、エゴイズムを消すには、ヨガの修行をしていく中で、その心に映ったスクリーンの自分の汚い部分を取り除く訓練がヨガであるっていうこと。で、それを実践していけば、それは心に映った真我が自我に近づいていくと。本当の、真我に近づいていくってことを言いたいなと思います。うん。これが、結構ヨガ哲学の面白いところですね。だから大体その自分の自我というとね、自分は一人しかいないと。自分の心は一つだっていうふうに考えるんですけど、もともと自分の本当の根っこにある心は全て純粋だっていうふうな考え方をするんですよね、ヨガでは。ただその純粋なものがあるんだけども、それがいろんなフィルターを通して心というものに移って、いろんなところに行ったり来たりして、自分の外から見た情報とか、外から聞いた情報で、自分の心が今度いろいろ揺らいで、ちょっと汚れた状態になっていると。それが、心に移ったものがエゴイズムとして、エゴとして出ているっていうことで、だからそこを見つめ直すっていうか、そこをヨガの修行というか、ヨガをやることによって、自分の本当の何もないまっさらな状態に気づくことができるんじゃないかっていうふうな、そういう意味ですね。なかなか難しいですけど、そういう今一節を読んでみました。もしかしてこの、ラジオのリスナーの中にはヨガをやってる人があんまりいないかもしれないですけど、ちょっとしばらく、本日のヨガスートラっていうコーナーを続けていきたいと思います。はい。で自分も結構これ読んではいるんですけど、結構そういう最近は全部通し読みした後に、そういうランダムで今日はこれだみたいな感じで1ページだけ読むってことをやってるんですよね。うん、そうなると、結構ね、すっとまた違う視点で入ってきたりとかします。で、寝る前に、ちょっと瞑想前に、一小節っていうか、1ページだけ読むとか、っていう風な感じで、毎回新たな、気づきがありますね。はい。ポーズだけがヨガの実践ではないので、ポーズ以外の部分がもちろん、大事であるし、そういうことを、日々生活に取り入れています。はい、続いて、お便りコーナー。イエーイ。このコーナーでは、この番組に寄せられたお便りを読み上げるコーナーです。概要欄に貼ってますので、そこからぜひぜひ、どしどしご応募ください。今週ね、ちょっと少なかったですね。今週ちょっと少なくて、で、ちょっと今いろいろあったんですけども、今回2つだけ読み上げたいと思います。送ってくださいね、ぜひね、皆さんね。最近面白かったエピソードとか、最近の私のミニマリズムとか、最近の恋愛相談とか、ちょっといろいろぜひネタをください。はい、じゃあ1通目。ラジオネーム、遠くの焚き火さんよりです。はい、時丸さん、こんにちは。いつもラジオで背中を押してもらっています。最近上司との価値観のズレに限界を感じ、このまま時間を奪われ続けていいのかという思う日が増えました。とはいえ、明確なビジョンがあるわけでもなく、ただ独立に憧れているだけかもしれないという迷いもあります。時丸さんはどのようなきっかけや判断で独立されたのでしょうか。怖さや不安はなかったですか。実際に動き出すまでの準備期間や心構えもお聞かせいただければ幸いです。今後の私にヒントをくださいってことでいただいてます。ありがとうございます。はい。どういうふうにだから独立したかってことですよね。で、自分自身はそのカメラマンとして独立してたりとか、もうかなりいろんな業務形態で働いてきたので、契約社員だった時代もあるし、アルバイトみたいな時もあるし、フリーランスで
本当に無職みたいな状態だった時もあるし、で、本当に一番最初独立したのは、カメラマンになってからちょっとしてからなんですけど、31とか2とかだったと思いますね。一番最初はそれくらいに独立して、開業届を出したって感じです。で、これ状況によるので、一概に言えないんですけど、大体ちょっとありきたりな答え言うと、基本的には、自分の事業、副業の月収が、その会社でもらっている給与の3倍になってからですかね。それくらいを目指していました、最初は。だから、それが一つの基準になると思います。やっぱり問題となるのは、結局独立してから自分がちゃんと食べていけるのかっていうことだと思うんですよ。一番の問題は。で、ストレスみたいなものは完全にもうなくなるし、で、時間の自由みたいなものも圧倒的に効くようになるんで、もう独立するメリットしかないんですけど、ただやっぱり一番多分この人が感じてるのも、だから独立に憧れてるだけかもしれないっていうね。で、そういう不安はなかったんでしょうかってことですけど、やっぱり不安はもちろんありますよ。不安や迷いは絶対消えないし、で、やっぱそれまでにだからいかに準備できるかみたいなとこだと思うし、で、リスク許容度っていうのは人によって違うので、例えば自分が今会社からもらってる給与ぐらいの金額で独立できる人もいれば、それが2倍になっても不安みたいな人も多分いるだろうし、ただ独立すると今度社会保険とか税金とかっていうのは全て自分で払わなきゃいけないので、基本的に会社員以上のギャラを稼げないと難しいと思いますね。あとは生活レベルを圧倒的に下げるみたいな方法もあるんですけど、僕はもうそれを両方やってます。基本的に会社からもらう給与の3倍をとにかく目指す。3倍の月収になって、で、それを1回だけじゃラッキーピエロみたいなもんで、1回やるだけじゃダメなんですよね。それがね。1回だけ3ヶ月分超えたぐらいでは全然無理で、それを6ヶ月ぐらいかな。6ヶ月ぐらいずっと継続して、給与の3倍ぐらいを得られるようになってから、で、かつ、今後もね、今後も仕事の収益が見込めるっていう状態があるっていうこと。まずそこが一つの基準というかベースになってくるかなとは思います。で、人によって独立の経緯とかは多分違うと思うんですけども、僕はもうとにかく自分の時間が欲しいのと自分がやりたいことやりたいってことだけで、これまで来てるんですけど、で、この方は上司との価値観のズレに限界と。これはよくあることですよね。だから上司との価値観がずれていて、時間を奪われている気がするとね。で、基本的にもう、1日8時間働いて、週5日っていうのはもう時間がずっと奪われてますから、それこそ人間的な生活っていうのは一切できないような状態になるんで、だから僕は人間をやっていきますってことで、それをもう早くから見切りをつけているんですけど、ただちょっと危なそうなのが、明確なビジョンがあるわけでもなくって書いてるんですよ、この方。で、やっぱね、ビジョンがもちろんなくてもいいんですけど、独立に憧れてるだけかもしれないという迷いもあるっていうことは、結構自分自身で自覚されてるってことですね。僕はもしかしたらただ独立に憧れているだけで、単純に、上司とのズレみたいなものがストレスになっているだけであるってことですよね。そうなると、もうちょっとちょっと詳しい状況がわかんないですけど、もちろん自分の事業とか副業とかやられてるとは思いますけど、そっちをですね、ベースに考えていった方がいいと思いますね。気持ちベースっていうのは、あまり指標にならないというか、気持ち的にいけるとか、気持ち的にストレスがあって、それからの解放だけを目指すっていうのは、もちろん簡単なんですけど、でもやっぱりそこに数字が追いついていかないと、独立した時に困ることになるんで、やっぱ数字が一番大事ってことで、そこを具体的に見ていくってことが必要かなと思います。だからもし次回送ってくれるときは、自分がやってる副業とか事業のね、話を書いていただければ、もうちょっと的確なお話っていうかアドバイスができるかなとは思うんですけど、現時点で言えるのは、もう基本的に自分の月収の3倍になってからっていうのが一つの基準。それを半年ぐらい、少なくとも3ヶ月以上は継続できているっていう状態ですね。が安全かなと思います。で、あとはもう心構えっていうのはもう、まさにそれがついていけば自然とできてくるものだと思うので、焦らずですね、もちろん上司とのズレのストレスみたいなのはあるかもしれないですけど、焦らずじっくり準備していけば、自然とね、おのずと数字はついてくると思うので、ぜひ頑張って続けてみてください。お便りありがとうございます。ね、最近はもうそういうふうな、
個人で働く人がバンバン増えているとは思うんで、多分みんなそういうふうな悩みとか抱えているとは思うんですけど、でも結局どうしたってなんかストレスみたいなものはありますからね。だから自分が一番最初に考えたのは、結局どこにいたって同じストレスは降りかかってくるのだから、それだったら自分が好きなことでそのストレスを受けようって思ったんですよ。一番最初は。だから僕は結構働く場所に結構今までいろいろ恵まれてきて、いろんないい環境でね、働かせてもらったんですけど、それでもやっぱりいろんな受けるストレスが、特に一番最初のでも広告系の仕事っていうのは一番もう最悪でしたけど、でもそれでやっぱり受けたストレスとかを考えると、しかも嫌なことをやってたんですよね、その仕事で。やっぱ営業職みたいなもの一番僕向いてなくて、多分。で、それなのにむちゃくちゃ営業のことをなんかやってたりとか、で、もう超パワハラの上司と、みたいな人がいて、で、超古風の会社形態みたいな感じの一番最悪の全てが重なって、で、僕がだからそこを辞めたのは、なんか僕はそこをもう3ヶ月ぐらいで出たんですけど、だからその3ヶ月だけなんですよ。僕はスーツを着たのはね。それ以外はもうスーツを捨てて、生きてきました。だからそもそも合ってなかったと。だからそうやって、なんか自分が嫌なことでストレスを受けるのであれば、だったら自分が好きなことをしてストレスを受けた方がいいなと思って、でそこからカメラマンの道に入っていったんですよね。で、もちろんそのカメラマンの道に入ったとしても、ものすごいストレスはありました。やっぱ自分の思うように撮影ができないとか撮れないとか、で、それこそアシスタントの修行の時なんかは、もうカメラなんか触らせてもらえませんから、最初は。だから、いろいろ暗室とか入ってね、ずっとプリントとかしてたんですけど、そういう時期からやっぱいろんなストレスはあるんだけども、でもやっぱり自分がやってることがすごい好きだったから、で、その写真に対して、すごい写真が好きだったから、その写真を作ることに対して受けるストレスは全然問題ないなと思っていて、なんかむしろ楽しいなって、むしろあっという間に一日過ぎるなみたいな。で、なんかそういうことをやりながらですね、自分で自分の事業とか副業をコツコツとやりながら、で、そっちの収益が給与の3倍になってからもうそろそろいいかなと思って、独立したっていう経緯ですね。はい。なので、ちょっとコツコツね、目指してみてください。なんかまたちょっと追加であったら質問いただけると嬉しいです。続いて2つ目、ラジオネーム山田太郎さんです。いただいてます。時丸さんおはようございます。僕も割と物は少なくて、今はだいたい100個くらいで暮らしています。最近 YouTube でアニタ・カンナンさんという女性のエクストリームミニマリストを見つけました。持ち物はわずか30個以下。スマートフォンは持っておらず、トイレットペーパーの代わりに葉っぱや水で対応。寝具は畳とブランケット。歯ブラシはミスクワと呼ばれる木の枝の繊維を噛んでブラシ状にしたもの。体毛をすべては剃らないなど、すべてが興味深く動画にのめり込んでしまいました。しかもお財布がジップロック。時丸さんと一緒と思って思わず笑ってしまいました。ジップロック強いですね。ちなみに僕は現金なしで生活できる場所なので、クレカと身分証の2枚を輪ゴムで重ねて持ち歩いています。彼女は自身の生い立ちやいろんな物事への考え方も発信していて、新しい学びがたくさんありました。持ち物の少なさがそのまま何かの優劣を決めるわけじゃないですが、ミニマリズムって本当に奥が深くて面白い世界だなと改めて感じました。結局僕は何を大事にしてるんだっけっていうところに戻れるのもミニマリズムの魅力だなと思いました。ということでありがとうございます。すごい自分が見た動画から自分が感じたこと、そして、僕は何を大事にしてるのかっていうところに戻るんだなっていう感想とね、ものすごくいろいろ考えてる方だなと思いました。で、僕もこの動画を見たんですけど、山田太郎さんから教えていただいてから検索して、アニタね。で、彼女多分インド人なんですよね。やっぱで、インド人ならではのカルチャーというか、ボールを一つしか持ってなくて手で食べるとか、で、木のスプーンだけが一つあるとか、なんかそういうところもそうだし、で、この書いてくれてる、ミスクワっていう歯ブラシね。これ僕も気になりましたね。なんかアフリカかどこかの地方で取れるなんか木の繊維なんですけど、それで歯磨きをすると。で、もう、歯磨き粉もいらなくて、その木の中にそういうふうな、クリーンになる成分が含まれていて、その樹液みたいなものでずっと磨いて、で、あとペッて捨てると。で、その木がですね、どんどん使うたびに減っていくと。で、なんか噛みながら、その繊維をこうふやかして磨いていくみたいな。なんかあれいいなと思いましたね、本当に。ちょっとなんか日本でも買えるのかなとかちょっと思ったりして。そうで、持ち物紹介も見たんですけど、確かにジップロックを財布として使ってましたね。
ただね、ジップロック結構大きかったね、あれね。なんか結構大きなジップロックで、そこに、お金以外も結構いろいろカードとかコードとかもなんかごちゃごちゃ入ってましたけど、うん。面白いなと思いましたね。で、まあ、山田さんはこの現金なしで生活できる場所で、クレカと身分証の2枚をゴムで重ねて持ち歩いてる。うん。で、まあ自分は今、まあ僕もここにカードとね、カード2枚が入ってるんですけど、最近ほら、マイナンバーカードに、まあ免許証も入るし、で、保険証も入るようになったんで、なんか本当にそういう意味では減らせますよね。ただそのマイナンバーの中にしかないとなると、そのレンタカーを借りるときにその免許証を出せないとか、なんかね、そういうところがやっぱりどうしてもまだ引っかかるかなと思っていて、だからその UI の改善というか、その iPhone 側のそのアプリケーションの使い勝手がもっと良くならないと、ちょっと難しいなと思っていたりしますね。保険証はまあ今大体まあ病院にですね、機械がほとんど設置されて、病院で読めるようになっていますけど、ただそれでもまあしばらくはそのね、昔あった保険証のカードも20で使用できますみたいな時期じゃないですか。だからやっぱりちょっとその辺のハードルが今ちょうど曖昧な時期だとは思うんですけど、それでも随分、まあカード類はなしで生活できるようになったなと思います。僕も本当にそのカード持ちたくないんですよね。で、まあ東京だとほとんどキャッシュレスでまあいけるんで、まあ自分もね、現金は持ち歩いてないんですけども、ただやっぱりその未だに現金決済オンリーの、お店とかがあるんで、まあどうしても、まあ、自分はちょっといろんなとこに行くのが好きなんでね、なんかこう予定外のとこに行った時に、ふとやっぱりこう使えるように、ちょっと現金はそういう時には持ったりはしますね。で、このやっぱり気づきも素晴らしくて、まあその生い立ちとかいろんな物事を発信していて、で、もちろんその持ち物の少なさが優劣を決めるわけではないと。で、なんかその僕が思うのは、やっぱその文化圏とか、そのこうミニマリズムを実践している国とか、やっぱ人種とか、そういう、まず地域とかね、そういうところによっても、すごくその実践方法が変わるのが面白いなって思うんですよ。で、このアニタさんも、そのインド人というなんかバックグラウンドがあったりして、なんかそのインド特有のなんかそのね、方法論みたいなものを自分の中に取り入れたりしていて、で、そのトイレットペーパー使わなくて葉っぱを使うとかね。結構そういう地域はたくさんあって、そのトイレットペーパーに代わるような、柔らかい、葉っぱを使う人が結構いるんですよ。ロブにもそうですね。まあよく言ってるそのロブ・グリーンフィールドさんも、彼もその自分で葉っぱを育てて、その葉っぱをトイレットペーパーにしていたりとか、なんかそういうところは、やっぱありますね。ただやっぱ日本でそこまでやってる人はあまりこう見ないというか、まあいるんでしょうけど、中には。で、だからそのやっぱ国とかによって自分のその文化的背景とかを自分のミニマリズムに落とし込むことによって、なんかその違った形が生まれていくっていうのがすごい面白いなと思います。で、まあ自分自身はそれがやっぱこう日本っていうところもあるので、それがまあ今まで話しているようなその禅とかですね、禅の文脈と接続されたりとか、あとはよくやってるヨガですね。まあ、ヨガはもともとインドから来てますけど、そのちょっとインドとかヨガ哲学みたいなものと、ミニマリズムを結びつけたりとか、なんかそういうことによってそのちょっと新しい理論みたいなものがまた出てきたりとか、で、まあ日本特有のね、なんかその畳文化とか、まあそういうのも関係しているだろうし、で、アニタさんも畳のなんかマットレス使ってましたね。折りたたみの、なんか畳のマットレスがあって、それなんかジャパニーズ畳みたいなこと言ってましたけど、なんかそういう感じでなんかいろんなとこを混ぜてやっぱやっていくのが面白いなと思いますね。だから結構自分もそういうところのその発見が好きなので、結構海外のね、ミニマリストの人たちの動画とか見るの結構好きなんですよね。それでクレイグとかにも出会いましたし、まあアメリカはやっぱ強いですしね。やっぱどうしてもその物質文明から逃れるっていうか、まあその大量消費、大量生産のやっぱ社会的文脈があるので、やっぱどうしてもそこから反動的にミニマリズムを実践するっていう人が多いので、やっぱそういうこうアプローチになるし、だからエクストリームなスタイルっていうのが、まあそれはまあどこでも取りやすいというか、取り得るんでしょうけど、やっぱその最初の動機というかな、なんか動機が大きければ大きいほどその反動としてエクストリームの方に行きやすいっていうのがあるのかなと思ったりしましたね。で、この最後の言葉が良くて、で、僕は何を大事にしてるんだっけってとこに戻れるのもミニマリズムの魅力だなと思いましたって書いてくれてるんですけど、なんかそうですよね。なんか結局いろいろ巡っていろんな人の動画とか見たりして、で、いろんな人のミニマリズムを見た後で、じゃあ自分はどうなんだってとこに戻ってくるんですよね。
確かにそれが面白いですよね、やっぱね。いろんなとこ見ながら、で、それを全てを取り入れることはできないから、じゃあ、自分が大切にしているものって何だと。自分がじゃあ実際に捨てきれないもの、自分の持っているものを全て削ぎ落とした時に、一番最後にじゃあ残るものは何だっていうか。それは本当に人それぞれなので、人によって全く異なるので、だから、やっぱり、そういうふうに真似をしながら、いろんなとこ、形とかから入りながらですね、結局はその自分の中のミニマリズムを追求するっていうところに戻っていくっていうのはあると思います。で、それが、そうした時に、なんか本当の場所にたどり着くというか、なんか本当のそのオリジナリティが生まれたりとか、するんでしょうね、これね。だからまあよくね、僕もこういうふうにミニマリズムっぽい発信してますけど、やっぱ何やってんだろうなって思いますもん。これ何なんだろうなって自分でこう撮ってたり話したりしてて、何やってんだろうなって。で、そうなった時には、自然の中に入るとか瞑想するとかして、またその違うとこに行ってまた戻ってきたりするんですけど、なんかね、そういうこう、それの繰り返しな気はしますね。なんか実践と気づき、実践と気づきの繰り返しをずっと行ったり来たりしているような感じはします。いろんなことに改めてね、気づかされた、お便りでした。ありがとうございます。また何かその後の進捗があったら、山田さんもぜひ送ってください。お便りありがとうございました。はい、ということで、来週もお便りお待ちしてますので、ぜひご応募ください。じゃあ続いて、コメント読み上げコーナー。イエーイ。なんかね、一週間だとやっぱこう追いやすいね、コメントがね。今週もたくさんのコメントいただきありがとうございます。つらつらと読み上げていきます。気になったやつをね。ネスカフェの謝罪動画で、元カノ、ネスカフェが忘れられないからごめんと言われた彼女、抹茶の気持ちで聞いていたら胸が締め付けられました。が、引き止めることはできませんっていう。いいね。ネスカフェと抹茶の擬人化ね。なんかそういう風に、こう、確かにその、人っていうかこう擬人化すると、なんかもうぐっと締め付けられますよね、なんかね。ね、なんかその、より戻しますみたいなことが書いてくれてる人もいますけど。なんかコーヒー、結局その抹茶とはね、別れるんかいみたいな。ちょっとなんか一時的な遊びだったのかみたいなさ、なんかそういうね、なんかちょっと人にするとね、ちょっとすごいひどいことしてる感じしますけど。私はネスカフェから今度 UCC に浮気するところです。本当に申し訳ありませんでしたって謝ってくれてますね、これ。いろんなそのコーヒーの中でもね、やっぱこう UCC 行ったり、なんかカルディのインスタントコーヒー行ったり、もうなんかいろんな浮気とかね、いろんな人がいるんで、これは面白い。で、それに対して UCC の方が値段がミニマルって書いてくれてます。確かに UCC の方が安いのかな。ありだな。UCC ちょっと行ってみるのもありだな。なんか僕はいろいろこうマキシムとか、一通りやってはきたんですよね。だからなんか別にネスカフェじゃなくていいんですよね。正直。何でもいいっていうか、インスタントの形取ってれば何でもいいんですけど、なんだろうね。なんで戻ってくるんだろうね。やっぱりその味がいいとか、いいというか、自分がその味を気に入ってるのかな。ちょっと次はちょっとあれだな。このハーフ切れたら、ちょっと UCC 行ってみようかな。ハーフ切れたら、UCC 行ってみます。これも面白くて。TT さんに感化されて抹茶を飲み始め、ネスカフェとの二股や紅茶にカモミールに一夫多妻制継続中ですっていう。シンさんかなこれね。いやだから、その人にするなよっていうね、これね。人にしたらすごいそのさ、なんかさ、すごい悪いことやってる感じになるよね、これね。抹茶飲み始めて、二股、そして、紅茶とカモミール、一夫多妻制、バーンみたいな、俺は王様だみたいな。すごいじゃん。で、しかもその TT さんに感化されてるから、私がそのね、そのなんか一夫多妻制をこう、むちゃくちゃ進めてるみたいな。早く王様になりなさい。なんか一番そう感化してる悪いやつみたいになってますから。これも面白いですね。ポニーハントさん。道具、器具が特殊。世界中どこでもは購入できない。この2点からあなたは必ずネスカフェに回帰すると思っていましたっていうね。抹茶が、道具とか器具がやっぱ特殊で、世界中どこでも買えないと。でも確かにね、それね、一番大きいですね。これごもっともですね。なんかもう最初から分かっていたことですよね。やっぱ確かに特殊すぎますわ。抹茶の道具っていうのは。で、もちろんその、多目的に使えるってことで、その抹茶のなんかこうね、茶筅とか、いろんな道具を買って、で、それをなんか他のことに使って、
やろうかなってこともいろいろ考えられますけど、でもなんかちょっと、抹茶っていうのはあまりにもその自分の、自分というかその道というか、抹茶道というか、武道というか文化的要素が強いので、なんかあまりその、例えばその茶筅をさ、なんかその、猫の、ここ眉間の方、くしくってなんか、やるような、ものに使ったりはできないですよね。なんかそのあんまり道具の使い方として美しくないというかさ。でその多用途に使うのがミニマリズムの基本ではあるんだけども、なんかそれがあんまりその抹茶の道具でしてはいけないような気もすると。だからやっぱりその特殊であるってことはありますよね。で、ネスカフェは本当に道具がいらないと。本当に何もいらないっていう。で、すごいね、ベストタイミングで、この最近ネスカフェハーフのネスカフェ出たぞ。レビューしてくれ、時丸ネスレって、方がいて、DY さん。で、ちょうどね、この後ぐらいにそのレビュー動画をね、上げましたね。左にピンクのカフェインハーフ。一度浮気をした人は何度もすると聞いたことがあります。生涯フリーの方が良いのではっていう。生涯独身でいろよっていうね。ネスカフェハーフ。もうこれもね、バレてますね。この伏線をね、やっぱりやっぱ気づいてる人いるんですよ。これは。ちょっと気づかないかなって思ったんですけど、やっぱりね、気づいてる方いますね、これね。で、チャオさんから謝罪をさせていただきたいことがございます。それはずっと時丸さんの名前の漢字を間違ってコメント欄に記載し続けていたことです。時丸さんと記載すべき時っていう時間の字でね、書いていて申し訳ありませんでしたと。今日も動画ありがとうございますってことで、いや、全然いいですよ。はい。ありがとうございます。わざわざ、私の謝罪動画に対して謝罪アンサーをくれてありがとうございます。本当に。よくね、間違えられる。漢字はね、よく間違えられるんですけど、結構変というかね、特殊なんでね。そこは大丈夫です。全然。これもね、いいんです。無職さん。結構ウィットに富んだコメントよくくれるんですけど、抹茶が抹茶のセリフとして書いてくれてるんですけど、私、コーヒーと一緒でもいいよって。で、豆乳が、僕もここにいるよって自分が持ってる飲み物の中で、寸劇を演じてくれてるっていうか、抹茶がね、私コーヒーと一緒でもいいよっていう、だから手放せないでって言って、で、豆乳が冷蔵庫から僕もここにいるよっていうふうにね、なんかもうイメージが湧きますよね。すごい想像力を、この、コメントだけで書き立たせてくれる。すごいな。ネスカフェだけでよくこれだけ喋れるねって。本当だよ。喋りすぎだよ。長すぎ。そろそろ出馬するのかなって。いいね。いやもうこれ本当にありがたいのが、微力ながらネスカフェゴールドブレンド代としてってことで、十四松さんよりスーパーサンクスいただいてます。ありがとうございます。500円ね、いただいて本当にありがとうございます。もうこれ間違いなくネスカフェ代にこれはなります。はい。前回のラジオのコメントです。今週見た風景から、今週もいろいろな風景を見てきました。いつも大体目を開けているのでね、のくだりがコメディアンの高田純次さんと同じユーモアを感じましたってことで、いや、これすごいね、気づきましたね。りょうライドさんかな。すごいですね。僕実は高田純次さん好きなんですよ。適当な男っていう風にね、よくね、言われてると思うんですけど、コウの曲にもありますよね。適当な男、順次高田って。そう、高田純次さんはなんか昔から気になる、世代っていうのもあるのかな。やっぱりやっぱ90年代というか、テレビの世代、10代の頃は僕もテレビ見てたんで、その時高田純次さん結構テレビに出ててね、いろんなふざけたこととか冗談かますじゃないですか。だからなんか無意識のうちに多分影響を受けてるというか、だからやっぱ多分自分の奥底には高田純次さんと三浦淳さんって、純つながりっていうのかな、純っていうか、三浦淳さんと高田純次さんからはかなり多分、無意識のうちっていうか、もちろん二人の作品とかも多分あるでしょうけど、なんか受けてる気がしますね。なんかね。高田純次さんはでも適当に見えながらなんかすごいというか、なんかいろいろむちゃくちゃ深く考えてるっていうのかな。なかなかできないっていうか、でもそれを追求したとしても、いや、私は適当ですよって感じを貫く感じっていうのが、アイロニカルですごいな。なんていうんだ、なんとも言えない、面白さがあるっていうか、お話を聞いていて、スターウォーズのジェダイは究極のミニマリストなんじゃないかと思いました。持ち物はベルトにつけられるものだけ。人や物に執着してはいけない。怒りを持ってはいけない。破ってしまうとダークサイドに落ちる。そう考えると、時丸さんがヨガしている動画が、ジェダイの修行僧に見えてきましたってことで。確かに
ジェダイはミニマリストですよね。本当に持ち物をベルトにつけられるものだけで執着しないしっていう。だからなんか意外とそういう表彰というか、スター・ウォーズの物語っていうのは、その一人の人物の成長物語ではあるけど、なんかそういうこうテーマ、その過程でその出会うものとか遭遇するものとかの中に、なんかそういうふうな裏のテーマというかな、やっぱこうサブテーマみたいなものがいくつも隠されているのかもしれないですよね。ジェダイの修行僧ね。ジェダイの修行はどういう修行をするんだろうな。僕ちょっと忘れちゃいましたけど、スターウォーズを見直してみるのもありだな。この夏は。この間の旅の Vlog で、スケボーにも挑戦してほしいって、コメントいただいてますね。アツシさんが多分スケボーやってるんですよね。僕実はスケボーやってたんですよ。てかもう結構滑ってて。てかスケボーで通勤とかしてた時あるんで、むちゃくちゃね、滑ってましたね。だから、なんかそういうところも結構親近感湧くんですよね。だから、アツシさんがそのスケボーに行ってるっていうのも、自分自身もその27、8ぐらいからずっとやってて、5年ぐらいはやってましたね、なんか。もちろんその高校生というか10代の頃に1回やってたんですけど、そこからやめてて、で、大人になってからもう1回、スケボーの道に入って、結構滑ってましたね。で、オーリーは結構中途半端にしかできなかったですけど、だんだんこう年取ってくると結構激しいトリックとか難しくなるんで、なんか、普通にこう移動用というかな、そういうチューニングにして、結構ソフトウィールなんか履かせて、結構走るだけというか散歩っていうかな、なんかそういうこう移動で使うってことをやってましたね、実はね。怪我のリスクはね、どんどん上がっていくんで、これね、若い時だったらいいですけど、でもね、割とずっとやっぱやってる、滑ってるスケーターも都内とかむちゃくちゃいますね。今でも。やっぱこうかっこいいなと思いますよ、やっぱり。いつまでもそのスケートやってる人たちは。カルチャーがありますよね、やっぱね。こんにちは、時丸さんに質問です。書籍出版の予定はありますでしょうか？出版されたら買いたいですってことで、ありがとうございます。実はずっと今年から準備してるんですけど、なかなか筆が進んでおりません。もうしばらくお待ちください。準備はしています、今。過去に今買えるもので、今、写真集とか合わせるともう10冊近く出してるんですけど、エッセイみたいなものを2022年かなぐらいに出していて、それはAmazon で買えるので、よろしければ読んでみてください。写真日記っていうね、1年間書いた日記を本にしてます。で、ペーパーバック版ちょっと高くなってて、で、あれ、もうほとんど原価なんですよ。なんで、Kindle の方がいいかなと思います。むちゃくちゃその分厚くて、ページ数が多いので分厚くなって、で、しかも写真も入るものだから、なんかね、全然ね、高くなってしまったんですよね。で、ほとんどその原価ゼロでやってるんで、僕の売り上げほとんどないんですけど、あれ。で、結構分厚いし場所取るから、コレクターズアイテムとしてはいいと思うんですけど、Kindle の方が読みやすいかなとは思いますね。で、ちょっと新作はもうしばらくお待ちください。頑張ってます。ネスカフェハーフレビューの動画で、未来から来た、元ネスカフェ愛好家です。2026年、時丸田中の影響により、日本国内でネスカフェが大ブーム。2027年、路上で一人椅子取りゲームや怪獣を熱唱するなど、エクストリームな気候が国内各地で流行。2028年、日本でネスカフェの輸入が禁止される。これは史実ですっていう。すごいことになってるって。危ない危ない。これから大ブームになってネスカフェが。しかも私の営業で。そんな影響力ないでしょ、これね。で、路上でね、椅子取りゲームとか怪獣を歌う輩が現れると。気候が全国で。で、多分それがそのネスカフェの影響だっていう風にされるんでしょうね。やっぱそのカフェインが良くないとか。だから時丸田中がネスカフェ飲んでおかしくなったから、それをもうみんな真似し始めてみんなおかしくなっちゃって、これやばいと。で、これでもいろんななんか訴訟問題が起きたりして、ネスカフェでね、路上でその椅子取りゲームとかし始めても、一人椅子取りゲームするもんだから椅子が足りない、もうみんなで椅子取りゲームすればいいのに、もう一人でやるから椅子がたくさん、で椅子の販売がすごい椅子の生産量がものすごく増えて、もう椅子がみんな椅子が欲しいと、一人一つ。本当はみんなで取り合えばいいのに、一人一個欲しいと椅子を。それで増えて、もうその椅子屋は儲かるし、家具屋は儲かるし、でもそのネスカフェも儲かるけども、それでもいろんな機構が出たおかげで、禁止ですっていう。ネスカフェ禁止っていう、そういうのが2028年に来ると。ちょっとね、この未来から来た愛好家の話は、ちょっと心に留めておいた方がいいかもしれないな。教えてくれてありがとうございます。これを知っていれば、やっぱりあんまりそのネスカフェを広めてはならないとかね。ちょっとブレーキがね、効くので、
だからこういう未来は結構ディストピアというかなかなか怖いんで、ちょっと私も気をつけていきたいと思います。初めてコメントいたします。大地を感じるからサークルオブライフまで来たで爆笑しました。別の動画で長崎出身であること、親から冗談で橋の下で拾ってきたと言い聞かされて育ったという環境が、生育環境が私と全く一緒だったので、勝手に親近感を抱いています。いつも楽しい動画をありがとうございます。ってことで、地元同じじゃないよね、これね。もしかしてね。自分と同じ地元でさ、橋の下で拾ってきたっていう風に言い聞かされてたらね、もしかしたらこれ近いかもしれないですよね。長崎出身って、長崎もいろいろね、ありますけど、ね、いろんな場所がね。やっぱ長崎ってその海が周りにあるからやっぱ多いのかな、こういう人。橋の下で拾ってきたって言い聞かされて育ったっていう。なかなか僕いないと思いましたけど、コメントありがとうございます。初コメントがこれっていうのがね、なんか面白いよね。これいいね。レギュラーとカフェインレスを常備しておいて、飲む時間帯や気分によって両者の割合を変えてブレンドして入れることで、カフェインの量を自在に調整できるのではないかという仮説を提唱させていただきます。ってことで、アリアさん、すごいな。ネスカフェの、だからレギュラーとカフェインレスを両方置いといて、で、ネスカフェゴールドブレンドをブレンドするってことだ。ブレンドだな、これ。すごいな。それはすごい技術だわ。これはこのネスカフェラーっていうか本物のネスカフェラーしか思いつかないことだよね、これは。カフェインレスと普通のスタンダードでブレンド。確かにいけるね。それでハーフ作れますね。で、気分によってはちょっとカフェインの量を多めにしたりとか少なめにしたりとか。いいかもね。なんか自分の中ででもやっぱ2つ置いておくっていうのがね、コーヒーが2種類あるっていうのが自分の中でちょっとワンカテゴリー、ワンアイテムの法則に外れるので、ちょっとそこが難しいんですけども、実際のレベルで考えると。でも、理論的にはいけますね、これ。置いておいていい人なら、レギュラーとカフェインレスを両方置いておいて。ありだな。ゴールドブレンド。だからゴールドブレンドをブレンドする。ゴールドブレンドだね。GBB って感じ。みんな結構ね、ネスカフェについてはやっぱ真剣に考えてて、ネスカフェですね。ネスカフェだけでエンディングまであっという間でした。ネスカフェに限らずなのですが、パッケージの色が気になるものってありますよね。現在ゴールドもお持ちでしょうか。ぜひピンクとゴールドの蓋の汎用性を実験してみて教えてほしいです。詰め替えしなくてもラベルを剥がして、蓋を交換することで脱ポップできたら嬉しいですってことで、いろんなこと考えるよ、ほんとね。でもね、持ってないんですよ、残念ながら。だから僕は今、ゴールドが普通のやつが切れたので、カフェインハーフを買ったっていう感じで、今カフェインハーフしかないんですよね。でもこれ蓋の汎用性は多分一緒だと思うんですけど、絶対。瓶のサイズが一緒なんで。ただその色を多分この汎用性っていうのはもしかしたらその色の問題っていうかバランスだと思うんですよね。色を変えた時にどうなるかってことなのかと思うんですけど。詰め替えしなくてもラベルを剥がして蓋を交換することで脱ポップできたらっていう。ラベル、そこまでやるかっていう感じ。でもラベルって結構綺麗に剥がせるんですよね、ネスカフェね。だから、ラベルはレスにすることはできると。ただ、蓋の色がやっぱピンクになっちゃうんで、それをゴールドに。だったら最初からゴールドっていうか、そういうことも考えちゃいますけど。ネスカフェにアンテナ張ってる方と初めてお会いできました。なかなかいないですね、これね。なんか最近ね、結構すごくないネスカフェ。なんか普通にカフェインハーフ出た時もすごいなって思ったけど、アイスブレンドとかさ、なんか夏用のやつとか結構出てるんですよね。で、私は同じ瓶のシリーズのものしか見てないですけど、そこにしかアンテナ貼ってないんですけど、なんかスティックタイプでさ、ミルクが入ってるものとかっていうもので考えると、もっとものすごくバリエーションがあるんですよ。だからさすがに全ネスカフェは追えないんですけど、なかなかね、すごいですよ。でも結局、スタンダードでクラシックで、そしてオーセンティックなとこに戻ってくるっていうのは、これも自分の中では結構分かっていることで、コーヒーだけじゃなくてなんかいろんなことがそうなんですよね。結局いろんなものを使うんだけども、すべてベーシックなものに戻っていくっていう風なことをこれまでいろんな道具とか、食べ物とかに関してやっているので、やっぱ長期的な時間の歴史的検証というか、そういうものを経てるものは強いんだなっていうのをつくづく思ったりします。やっぱ長くね、使われているものっていうか、そういうものに耐えてきたものっていうのは、やっぱそれだけ市場の信頼性とか、を得ているし、で、それだけやっぱ品質とか耐久性とかがあるから生き残ってきていると。信頼性とかもそうですけど。
だからそのゴールドブレンドがずっと続いているのも多分ある程度そういうふうな評価がなされていたりとかね。で、ちょっと全く話変わりますけど、だから株とか仮想通貨も多分そうなんですよ。で、仮想通貨っていうのは結構最近入ってきたもので、ようやくね、そのアメリカ政府がその余った仮想通貨を買い取ってヘッジするみたいなことに使い始めたみたいなところですごく盛り上がったりとか、あとそのビットコインのその ETF が上場したりとか、なんかそういうふうなことが出てますけど、やっぱりその最近出てきた投資商品ってことですごくその信頼性がまだ低い部分で歴史的な検証を経ていない部分が強いんですよね。で、そういう意味でやっぱその株っていうのは、やっぱりそれをもう100年ちょっとの歴史があるので、で、そういう時間を経て作られているものは、やっぱりそのベーシックで強いっていうか、だからなんかその極端に振るとそういうふうな例えになりますけど、なんかネスカフェとか、コーヒーとか、そういうブランドに関してもそうで、やっぱり長く続いているものっていうのは、それだけなんか、やっぱそれなりの、続く理由があるなっていうか、なんかそういうものを使ったり食べたり飲んだりしていて、なんか改めて思いますね、なんかね。ネスカフェもそのちょっと一環にあるのかなっていうふうには考えたりしています。GPT と対話する動画で、若田井さんが 1.5 倍にして冒頭を見たら雑にタイトルコールしている時丸さんを見れて新鮮でした。目が死んでました。ってことで、よく気づいてくれてありがとうございます。僕は心がけていることがあって、そのタイトルコールで特にその、みんな影響してるっていうのを言うときに、どれだけ、気だるそうに言うかっていうか、曖昧に言うかみたいなことを心がけてるんですよ。だからなんか最初の頃は結構はっきり分かりやすいように言ってたんですけど、それをいかに曖昧に脱力して言えるかってこと。その、何なんだろうこれっていうか、それは、そのインスピレーションは僕はそのロバートから来てるんですけど、ロバートのネタにそういうのがあって、いかにその、何のネタだったか忘れたけど、多分スポーツ選手が CM とか広告をやるとしたらみたいな感じのネタなんですけど、やっぱそこからの結構影響が強いですね。はい。だからその、もう脱力して、死んでれば死んでるほどいいというか、なんか、そういう感覚があります。はい。小音の作品さんから、ケイン小杉はこのチャンネルの準レギュラーっていうコメントいただいてます。ごもっともです。よくわかってくださって、はい。もうなんかむちゃくちゃ言ってますよね。これ結構昔から僕出してるんですよ。断るごとに。てかそれしかなんかネタがないというか、何なんだろうね。いや、ネタにしてるわけじゃないですけど、自然と出てくる言葉っていうのが、なんか決まってるんですよね。だから、ものすごくその準レギュラーぐらいの頻度で出てますね。確かにね。ちょっと昔の動画かな、これ。ミニマリストが普段食べているものっていうやつで、魚さんから、玄米はどうやって炊いてますか？結構手間かかるイメージがありまして、気になり質問させていただきましたってことで、玄米はね、僕すごい雑に炊くんですよ。なんか普通に1号とは言わないけど、0.7 号、0.5 号から 0.7 号ぐらいを一食としてるんですけど、それをざっと、お米は結構正確に測るかな。ちゃんと計量カップみたいなもので、さっと測って、でも水はね、もう適当。メモリ見ないんですよね、僕。なんとなくちょっと2倍ぐらい、1.5 倍から2倍ぐらいかな、米の量の。で、ザザッと入れて、で、あとは、玄米モードにして、炊飯ボタン。で、ちょっと外に出かける用事があるときは、少し長めにつけておきたいから、出る前に準備して、で、その時間ですね、帰ってくる時間ぐらいにタイマーセットして、玄米モードでスイッチをして予約。そんな感じです。だから、全然手間かかんない。炊飯器に玄米モードがあればそれでいいけど、その炊飯器を僕が持ってないときは、メスティンで普通に白米を炊くような感覚で炊いてました。それでも全然問題ないですね。ただやっぱりちょっとつけておくっていうのがポイントで、1時間以上っていうか、2時間から3時間ぐらいでもつけた方がいいですね。つけていれば、とにかく失敗はほとんどしないと思います。普通の白米を炊く感覚で、白米より若干水は多めの方がいいとは思うんですけど、それは硬さお好みで、だから、手間かかるイメージは確かにあるかもしれないですけど、先にむちゃくちゃ沸騰させた方がいいとか、いろいろね、炊き方あると思うんですけど、でもね、全然普通に炊けますね。ぜひ試してみてください。玄米。チャット GPT の会話で、真似してみてチャット GPT と会話してみました。私の場合、渋い男性でしたってことで、あれ声変えれるんですよ。だから声選べるので、自分のね、お好みの声にしてみるといいかなと思います。
そう、男性も入ってるから、僕もなんか、なんとなく、まあ男性も結構いい感じなんですけど、ちょっとこうイギリスなまりの英語の人がいたりとか、なんか結構いろんなバリエーションがあるんで、ぜひ試してみてください。マットレスアップデートの動画でいただいてますね。外国ブランドのおしゃれで、寝心地良さそうなマットレスをゲットできてよかったですね。時丸さんは起床時に、寝違えて首、肩を痛めた時はどう対処されていますかってことで、まあそんなにないんですけど、まあ確かに寝違えて首を痛めたなっていう、やることはあります。ただ僕は基本的に毎日ヨガをやるので、なんかヨガのポーズの中でその太陽礼拝とかやるときに、なんかその首の角度をこう上げたときにちょっとこう寝違えてるときに動けないなって時はあるんですけど、それなんかその場所によって違うんですけど、例えば、この辺を痛めてるときは、こっちに一回曲げて、それかちょっと斜め上を見るとか、なんかいろんな結構ストレッチの方法を参考にしてますね。で、これ人によってちょっと違うので、自分のやつを 100% 真に受けるとちょっと危なかったりもするんで、真に受けては欲しくないんですけど、まあ、とにかく、ゆっくり可動域を広げていくっていうか、あんまり無理しない方がいいですよね。寝違えた時は。だから基本的に僕は安静にしてます。ただ、どうしてもヨガの練習とかやるので、その時に痛い時とかに、ちょっとゆっくり、どこが痛いのかなっていうのを確かめながら、そこをちょっといろんな角度で首をですね、曲げて伸ばしていく。腱と筋肉を伸ばしていくってことをやったりしてます。寝違えてすぐはね、多分あんまね、やんない方がいいですね。これしばらく様子見が大事で。で、様子を見ながら、ゆっくり動かしていく。そうしたら普通に1日とか2日ぐらいで寝違えぐらいのものだったら解消されますね。で、どうしても自分で無理な時はもう整形外科に行った方が、で、ちゃんと先生に見てもらってやってもらった方が確実だと思います。すごい偶然な人がいますね。超偶然。私も1ヶ月前ぐらいに全く同じマニフレックスサスティナブルウィングをゲットしました。プラスモンベルの寝袋で寝てますと。で、今回、徳丸さんの動画を拝見し、完全にエクストリームミニマリスト病に感染していることにも気づきました。おっしゃる通り、このマットレスは地味に 2way、3way に使えて、本当に便利ですと。で、なんとなく、自立する点も美しいし軽い。で、ミニマルと。一方で、耐久性はどうなのかなって感じで、アフターレビューも勝手に楽しみにしておりますってことで、ありがとうございます。すごいね、偶然に1ヶ月前に同じものをゲットしていると。そしてプラス寝袋のセットアップで寝ていると。ミニマリズムというかエクストリームの人たちを引きつけるんでしょうね、これね。耐久性は大丈夫そうですけどね、他のレビュー読んでる限りは。でも確かに自分の使い方でどうかっていうのを見なきゃいけないんで、しばらくは使ってみます。ただ素材が素材だし、メッシュの部分がだから破れるかってところだと思うんですけど、僕は実際には時何もシーツ置いてなかったですけど、シーツを1枚ね、引いて寝ようかなっていう感じにしてますね。その方が洗濯とかも楽だし、メンテナンスも楽になるし、で、シーツを1枚、コットン 100% のシーツを引けば、そこがダメージの、ちょっと軽減にもなるんで、穴も開きにくくなるかなと考えています。で、結構面白いアイデアがあって、三つ折りの一つを処分して二つに並べれば、66×194 のセミシングル的な使い方ができますよって。面白いね、これね。無職さんからいただいて。うん。確かに3つを1つを処分して、で、それを縦に並べるっていうか、じゃあ2つ買うってことか。なるほどね。それ面白いかもしれないですけど、でもそれだったら、その価格だったら最初からセミダブルを買った方がいいのかな。そういう気もしますけど。でもさっきのダメージの話で言うと、例えば1個の、一部分が穴開いてダメージが出て、ちょっと使えなくなってきたみたいな時に、その一部分だけを処分して、で、もう一つ入れて、で、並べて使用みたいな使い方もできるってことか。確かにそういうふうな折りたたみであるからこそのカスタマイズ性みたいなものはあるかもしれないですね。単純にほら、お子さんとかいたりして、で、みんなで寝たい時なんかは、普通にね、二つ並べてみれば、結構もうキングサイズ以上のベッドが出来上がるってことにもなるんで、そういう場所とか人の人数に合わせたカスタマイズができることも、折りたたみマットレスの良さかもしれないですね。で、冬もこれだけですかっていうコメントをいただいてるんですけど、基本的にはそうですね。冬もこれだけです。で、ちょっとキルトもちょっとアップデートしようかなと思うんですけど、でも東京の冬では去年も行けてるんで、全然いけると思いますね。ただ、その時は僕割とパジャマというか、上下のスウェットみたいなものを入れたりするんで、
そこでちょっとかさ増ししたりしています。ただ寝袋は基本的に羽毛 100% とか羽毛なので、あったかいですね、やっぱね。で、東京の部屋だったら全然冬場は越せる感じになります。はい、ということで今日はコメント読み上げこれくらいにしたいと思います。だいぶですね、足とお尻がちょっと痛くなってきて、それが出てきたらこのラジオの終了の合図です。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。今日も良い一日、良い水曜日をお送りください。今週末ライブやるので、ぜひ日曜日ですね、日曜日の1時からやります。ぜひご参加ください。また次の放送で。バイバイ。